本やネットでエアコンの仕組みを調べてみると、このような図で説明されることが多いと思います。なんとなく分かった気になりますが、このような完成形をいきなり見せられてもよくわからないよと思う人も多いのではないでしょうか。この動画は、そもそもなぜ冷媒を使うのか、そもそもなぜ圧縮機は必要なのかと思っている方、またエアコンの仕組みを腹落ちして理解したいと思っている方に向けて作成しました。素朴な疑問にお答えしていきます。そもそも物を冷やすといえば何を思い浮かべるでしょうか。はい、氷を思い浮かべる方というのも多いと思います。実際、昔の冷蔵庫では冷媒ではなく氷によって物を冷やしていました。写真の上の段に氷を入れて野菜や肉などを冷やしていたのです。現在の冷蔵庫では氷の代わりに冷媒が使われています。冷媒は通常液体の状態なので取り扱いが容易です。また、低い温度で液体から気体へと蒸発するので、気化熱で周りのものを冷やすことができます。現在のエアコンも冷蔵庫と同じく冷媒の冷却効果を用います。ここでおさらいですが、昔の冷蔵庫は氷から水に変化する際の融解熱によって周りから熱を奪っていたのに対し、今のエアコンは冷媒が液体から気体に変化する際の気化熱によって熱を奪います。気化熱の身近な例では、玄関周りに水をまく打ち水があります。冷媒を用いた冷却の仕組みを見ていきましょう。内部を十分高圧に保ったボンベ内に液体の冷媒を入れておきます。弁を開けると冷媒は大気中に放出され、大気圧下では気体に状態変化します。この時、気化熱により周囲から熱を奪うため、周りの温度は低下します。この仕組みでも冷却効果はありますが、冷媒を常に補充してやる必要があり、経済的ではありません。なお、このように冷媒を内部で液体から気体に蒸発させる装置を蒸発機と呼びます。この蒸発機ですが、よく見るエアコンの仕組みの図でも蒸発機は登場します。さて、先ほどの仕組みのままでは、気体となった冷媒はそのまま大気中に解放されてしまい、もったいないです。冷媒が大気中に解放されず、また戻ってきて再利用できるような仕組みがあれば経済的です。そこで次のような装置を考えてみます。先ほどの蒸発機から出た気体状の冷媒を冷却水によって冷却することで元の冷たい液体状態の冷媒に戻します。この時、冷却水によって冷媒が気体から液体に凝縮される機器を凝縮機と呼びます。蒸気の装置によって冷媒を再利用しながら物を冷やすことができるようになりました。しかし、ここでふと疑問が浮かびます。そもそもその冷たい冷却水で物を冷やしたらいいのでは。要するに、熱を奪って気体となった冷媒を液体に戻したいのですが、それには2つのアプローチがあります。気体を液体に戻す方法は、温度を下げるか圧力を上げるかです。先ほどの冷却水で冷やすという方法は、温度を下げるアプローチでしたので、次に圧力を上げるアプローチを考えてみます。圧力が上がると、より高い温度であっても気体が気体へと変化します。圧力の効果を追加するために、図のように圧縮機を装置に組み込みます。圧縮機によって液体に近い状態まで圧縮された気体を
凝縮器で液体に凝縮します。凝縮器にも様々な種類のものがありますが、代表的なものとしては空冷式と水冷式があります。なお、気体が液体に凝縮する際には発熱します。身近な例では、ユニクロのヒートテックがあり、水蒸気が水に凝縮する際の発熱により暖かく感じることができます。また、これでは圧力が高いままなので、冷媒の圧力を低下させるために、膨張弁を冷媒が液体へ凝縮した後の段階で組み込みます。膨張弁を通って低圧の液体になった冷媒は、再び蒸発器に通されます。今までは一個一個の機器の役割を中心に見てきましたが、ここでまとめを兼ねて全体のサイクルを見ていきましょう。まずは蒸発器です。低温低圧の液体状の冷媒が蒸発器によって気体に変化します。この時、気化熱により周囲から熱を奪います。次に圧縮機です。低温低圧の冷媒が圧縮機により高温高圧の液体に近い状態の気体に変化します。次に凝縮機です。高温高圧の液体に近い気体が凝縮機により中温高圧の液体に凝縮されます。この時、気体から液体への状態変化によって周りに熱を放出します。最後に膨張弁です。凝縮された中温高圧の液体が膨張弁を通ることにより低温低圧の液体に変化します。これはもともと蒸発器を通る前の冷媒と同じ状態です。このように蒸発器、圧縮器、凝縮器、膨張弁と4つの機器を順番に通ることで室内から熱を奪い室外へ熱を放出する冷房が実現されます。この動画を気に入った方はチャンネル登録をよろしくお願いします。概要欄ではこの動画の内容を PDF でダウンロードできるリンク先を貼っていますので、興味のある方はクリックをお願いします。今後も製造業で役立つ情報をアップしていきますのでよろしくお願いします。